Missing someone with all your missing someone。 皆さんこんにちは、ミルです。今日はクリスマススイーツ第1弾ということで、タイトルとねサムネイルを見てくださっている方はわかると思うんですけど、クリスマスリースマカロンを作っていきたいと思います。もうほんとその言葉の通りで、クリスマスリースをねイメージしたマカロンなんですけど、インスタグラムで海外のパティシエさんかながこのマカロンを作っていて、もうそれを見た瞬間に待って、どうしても作ってみたいと思って、今回それを再現していきたいと思います。レシピとか何もわからないんですけど、ちょっと自己流でやっていこうかなって思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ではクッキングスタート。沖縄のアメリカンビレッジで買ったオーナメントです。かわいい今からクリスマスリーツモンブランの大きい方から作っていきたいと思います。ワンワン吠えてる。ちょっと今日天気が悪くて部屋が暗いのでライト焚きながらやります。すごいワンちゃんめちゃめちゃ吠えてる。とアーモンドプードル入れます。前回のマカロン作りね、すごく大反響で嬉しかったです。今回も絶対に失敗しないように作っていきます。大丈夫かな。大丈夫でしたワンちゃんもね吠えたい時ありますからねよし、 OK。 入れます。卵白のコシが切れたら砂糖3分の1入れます。溶けるまで混ぜます。深いに緑色を作ろうと思うので、グリーンとブラックを混ぜていきたいと思います。でこれは気をつけて入れないと一瞬でどす黒い系の色になってしまうので注意が必要です。緑は結構多めに入れちゃいます。ほんとちょっとでいいと思います。黒はこれ1から5段階中の速さがあるんですけど、1から2の設定で1分間くらい泡立てます。いきます。コロコロします。よし、マカロナージュをしていきます。よし、どうでしょう。まだちょっと硬い状態なので、あと 1,2 回ぐらいやります。どうでしょう。タラタラと垂れて生地がねこんな感じで馴染むようになったら OK です。絞り袋に入れます。感じ慣れてきたマカロン作り楽しい。そうしたらこの線のちょっと内側に8個ぐらいになるように絞っていきたいと思います。ここが真ん中だから1,2,3,4。あ、いいね。この辺で難しい。そしたらドライヤーの冷風で表面乾かしていきます。よし、180度3分調整して、その後150度で調整していきます。成功しますようにお願いします。
どういったことでしょう。なんか油染みみたいになっちゃいました。なんかね、すごい柔らかいの。これは失敗です。でもね、こっちは成功したんですよ。ちゃんとピエも出てていい感じになりました。今一生懸命ね調べてみたんですけど、考えてみた理由としては、アーモンドプードルがちょっと古くて湿気が入ってしまったっていう理由がね考えられるらしいんですけど、こっちがね成功してるから、と思ったの。アルミホイルのかけ方的に見る結構雑にね、ファンってかけちゃったの。そしてなんかここにこうやって熱が逃げないように置いちゃったっぽくて、本来だったら蒸発しなきゃいけない蒸気がここにずっとこうやってね溜まってしまって、水分が逃げきれなかったのが原因かなと思うので、もうそれ以外本当にないの、原因が。この油染みのね。しかもさ、この周りじゃなくてさ、真ん中の中心部分だけになっちゃってるから、これはねすごいいい勉強になりました。最後の最後までね気抜くなっていうことなんですよ。こっちがねうまくできたので、ちょっとリベンジしてもう一回作りたいと思います。このツリーのちっちゃいバージョンも作ろうと思っていたので、材料ね 1.5 倍にして、こっちの分もね一緒に作っていきたいと思います。負けないリベンジでもねこれねもったいないから、ちょっとここら辺だけ食べようかなって思ってる。もう一回リベンジも込めて 1.5 倍量でやっていきます。ここでアーモンドプードルをねこすときに潰しすぎてしまうと油分が出てしまうっていう記事も見たので、ここもね優しくやっていきたいと思います。押し潰さないようにね。この鉄板引いたから前回みたいなストライプラインできてないですね。成功。うわ、めちゃめちゃ綺麗なんだけど。わー。でもこれもね裏はすごい綺麗だ。だけどこっちがね蒸発しちゃったね。ちょっと食べてみようかな。生焼けなのかな。いただきます。味めちゃめちゃ美味しい。味はめちゃめちゃ美味しいです。ちっちゃいのはねこれでやります。これの一回りちっちゃいかなぐらいかな。で3つ置こうと思ってます。これで気持ちね内側目に作って割と可愛らしいサイズ作ろうかなって思ってます。 OK。 よし、じゃあまずはこのねさっき失敗っていうかねちょっと難しかった大きい方からいきます。今度こそは失敗しない。これは困った。まあいいでしょう。よし、じゃあちょっとちっちゃいのをねちょっと頑張ります。ほんとちっちゃくて OK。難しい。やばい、両手じゃないと難しい。ポン・デ・リングかなみたいな。ではちょっと他にも残ってるのでクッキングシート用意してきます。乾いたのでまたオーブン行ってきます。いきます。めちゃめちゃうまくいきました。やばくない？もうちょいねこの表面のつぶつぶっていうのかな、もうちょい綺麗にしてあげられたらよかったんだけど、ちょっとこれは見るのツンツンがちょっと下手くそでしたね。なんでこうなっちゃうんだろうね。前回ついちゃって焼き色みたいな失敗はなく、湿気も大丈夫だった。でアルミホイルをね一回くしゃくしゃにしてからこうやって置いてあげると均等にねふんわりかかってくれるのでおすすめです。やってみてください。これすぐ剥がしちゃうと裏がね離れちゃうので、ちょっと熱が冷めてから剥がしますね。やばくない？なんかちょっとポンデリング要素多めになっちゃったんだけど、まあよしとしましょうということで第3陣もやってきます。かわいい。このリボンの型ね買いました。リースの上につけるの赤いリボンをこれで作っていきたいと思います。全部リボン揃えたいけどな、どうしよう。もう簡単。よし、OK。これで冷やしていきます。綺麗にできるかな。
今からバタークリームを作っていきます。私はね、普通のバタークリームが苦手なんですけど、メインがね、クリームチーズっていうことで、ちょっと食べれるんじゃないかなっていうことで、今回チャレンジしてみます。今からクリスマスリースになるように飾り付けをしていきます。今日揃えた材料がこんな感じですね。一気に完成させていきます。デコレーションが一番楽しみ。今ね、これを選別してグリーンだけ入れて、この楽天で買ったね、スプリンクルシュガーのちょっと大きいのだけ取り除いて作りました。めちゃめちゃ可愛いのができた。これをね、パラパラしていきたいと思います。やばい。1個完成。かわいすぎ。じゃーん、できました。もう最初ポンデリングになっちゃうんじゃないかと思ってめちゃめちゃ心配だったんですけど、ツリーになんとかなりましたね。めちゃめちゃ可愛いです。大きいのをね、こねこね持ちすぎてしまって、ちょっとひびが入ってしまったところがあったんですけど、なんとかなったんじゃないかなと思います。ね、やばいよね、これ。どう考えても。本当に可愛すぎるっていう感じ。やばーい。本当に可愛いね。大きいのはね、ホールサイズぐらいありそうなので、また後日ね、実家の方に持って行って食べてもらおうかなと思います。そう、いつもね、大きいのは実家に持ってっちゃうんだけど、そう、このちっちゃいのを見る今日食べようかな。楽しいですけど、ちょっと食べてみたいと思います。アンミルマグとアンミルプレートとね合わせてみたらもうめちゃめちゃ雰囲気がマッチしてて、初めてねアンミルから出る横長プレートとちょっと大きめのねマグになっていて、このねマグはスープマグにも使うことができるんですけど、もうめちゃめちゃぴったり。このプレートはここにお菓子を置いて、ここにドリンクを置いたらワンプレートとしてね食卓をね彩ることもめちゃめちゃできるんですけど、とかちょっとしたねご飯物入れてこちら別でね容器使うこともできるので、その 2way をね提案してあげたくてこのプレートの大きさにしました。はいどうぞってお菓子ね提供できたりするのがめちゃめちゃ可愛いなと思って今回並べてみました。ベリーマッチですちょっとパキってやっちゃったのでちょっと不安定なマカロンちゃんなんですけど、クリスマスお菓子第1弾いただきます。どっから食べよう。下からいただきます。やばい、めっちゃ美味しいですはい、これがマカロンですって言われて出されて正解な味がします。想像以上にバタークリームがめちゃめちゃ美味しい。半分以上がクリームチーズだから、バタークリームが苦手な方でもチャレンジできると思う。ミルがそうだからめっちゃ美味しい。パラザンがボリボリ言っててたまに歯が痛いけどめちゃめちゃ美味しい。やっぱりね、お菓子作りが失敗する理由って何かしら絶対に原因があるから、それを追求するのが毎回楽しい。今回も学びを生かして2回目3回目こうやって無事に成功することができたので良かったですコーヒーなんか飲んじゃってねこのマグめっちゃ可愛くない？なんか見る今日の格好めちゃめちゃ合うな。
めちゃめちゃぴったり。かわいすぎ。ここにシールをペタッと貼って渡してあげてください。かわいい。これすごくない？はい、マカロンどうぞって。かわいい。シール貼ろう。もうほんと普通のマカロンと変わらなくて、そのマカロンつなげるだけだから、ちょっとしたねスペシャルな日にぜひ作ってください。今日は最後まで見ていただき本当にありがとうございました。このプレートの上の文字には、私がいつも動画の最後で言う、皆様に抱えきれないほどの幸せが訪れますようにと書いてあります。12月にね、開催されるポップアップでの販売となりますので、来てくれる方は楽しみましょう。ありがとうございました。またねー。